突然ですが、皆さん、自分の心の容量をジャム瓶でイメージしてみましょう。私たちはみんな心のジャム瓶を持っていて、その中にはストレスに対する弱さ、イチゴとストレスの原因、ラズベリーが詰まっています。ストレスに対して弱ければ弱いほどイチゴの量は増え、ストレスの原因が多いとラズベリーの量が増えます。その弱さは人によって異なり、ストレスの原因はその時々で変わります。人によって限界はおのずと決まっているので、ストレスの原因がジャム瓶の容量を超えると、心の健康に支障が出ます。しかし、周りの人に助けてもらう、良質な睡眠をとる、運動をする、などの適切なストレス対処法を学んで実践することで、ジャム瓶の容量、つまり心の容量は増やすことができます。心の健康をこのように捉えると、いろいろなメリットがあります。第一に、心のケアと無縁の人はいないし、誰の心にも限界があるとわかります。第二に、置かれた状況次第で誰でも心を病む可能性があるとわかります。第三に、遺伝的な要素だけではなく、個人の背景や体験も考慮に入れているため、心の病気のかかりやすさやストレスへの弱さに個人差があることも説明がつきます。そして何より希望があります。ストレスの原因を管理し、適切な対処を取ることで、ストレスに対する対応力を高められるのですから。この本では、あなた専用のメンタルを整える道具箱を作るお手伝いをします。心をケアするために知っておきたい様々な考え方や、ストレスを感じた時の対処法、私たちを不安にさせる原因まで、あらゆるヒントをまとめています。自分に合うと感じる考え方や方法をぜひ選んでいってください。あなたが自分の世界を、人生を、そして現代社会でぶつかるあらゆる困難を切り開いていくために、この道具箱はきっと役に立つはずです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は心の容量が増えるメンタルの取扱説明書という本をご紹介したいと思います。皆さん、次に挙げること、ご自身に当てはまるかどうかちょっと考えてみてください。日々、いろいろなことに追われていて、どこか疲れを感じていたり、休日をゆっくり休めていない時がある。責任感が強くて、自分の理想通りに仕事を進めるために、食事や睡眠を削る時がある。牛乳を買い忘れた程度のほんのちょっとしたトラブルなのに、なぜか怒りが爆発したり、泣きたくなったりすることがある。なんだかんだ言って、メンタルの不調は他人事だと思っている。どうです？大抵の方はどれか当てはまったんじゃないですか？そうなんです。心の健康は健康と不健康というように二極化するものではなく、その間を常に変動するグラデーションの世界。ですので、どなたでも心が疲れてしまう可能性があるんです。本書はそんな心とうまく付き合い、心を整える方法、心を守るための考え方やストレスへの対処法までを教えてくれ、自分だけのメンタルを整える道具箱になってくれるんです。この自分だけのというのがミソで、自分自身の心の動くポイントや要領など、様々なことを本書を読みながらまとめることができ、最後まで読むと自分の心の取扱説明書、自分だけのメンタルを整える道具箱が手に入るようになっているんです。なんだか興味が湧きませんか？著者はエマ・ヘップバーンさん。神経心理学を専門とする臨床心理士である彼女が、心理学のエビデンスや豊富なカウンセリング経験に基づいて厳選した心の健康に役立つ様々な道具を本書で紹介してくれています。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ツール4、感情のキャパシティを把握する。紅茶を一杯入れましょう。カップはお好みのもので OK。紅茶糖じゃないんだけどという人はビールジョッキでも
背の高いグラスでも構いません。あ、でもエスプレッソカップやショットグラスは小さすぎるのでなしです。用意できたら椅子にゆったりもたれていただきます。と、ちょっと待った。その前にカップをよーく見て別の角度から考えてみましょう。カップの内側の空間を想像して、カップの容量は限られていて、容量以上に入れようとすると溢れてしまいますよね。そのカップはあなたの感情の容量を象徴しています。あなたのキャパシティカップです。誰の感情の容量にも限界があり、何かするごとにカップの空き容量は減っていきます。ありふれた些細な出来事であれば、ほんの少ししか容量を食わないかもしれません。走り回る2人の子供の世話はエネルギーがいるので、たくさんの容量を消費します。近々就職面接や健康診断など、ストレスのかかるライフイベントが控えているなら、それに向けた計画や検討も容量を消費します。パーティーを計画する、友人宅を訪問するといった楽しいイベントでさえ、多少は容量を食うのです。何でどれだけ容量を消費するかは人それぞれ異なります。カップの中身は大抵ひっそりと溜まっていくので、満杯になるまで全く気づかないかもしれません。ストレスのかかる出来事は、時間も気力も、その出来事について考えるための脳のゆとりもたくさん必要なので、カップの容量もたくさん消費する傾向があります。場合によっては、大きなストレス要因が降りかかった途端、カップが一気に満杯になってしまう恐れもあります。キャパシティカップの空き具合を常に把握しておくと、ストレスを管理しやすくなります。中身がカップの縁に近づくほど、感情の空き容量は減っていきます。つまり、些細なことで残りの容量を使い切り、キャパシティカップが溢れる可能性があるということです。ちょっと思い出してみてください。コップを割ってしまった、牛乳が売り切れだった、など、一見取るに足らない出来事でがっくり落ち込んでしまった経験はありませんか？大したことじゃないのになぜこんなに過剰反応してしまうんだろう。普段なら朝飯前のことがなぜできないんだろう。と思うのも無理はありません。当時のあなたにはその出来事を乗り切るだけの容量がなかったのでしょう。カップに空き容量がたくさんあるときは、その種の出来事で生じるストレスは微々たるもので、カップの水位もわずかに上昇するだけです。しかし、水位がカップの縁の近く、レッドゾーンに入ると、ストレスのかかる状況に対して理性的に反応しにくくなり、感情的になったり、計画的な行動や問題解決が難しくなってしまったりすることがあります。一歩引いて理路整然と思考し対処するだけの感情の容量がないのです。エクササイズ1、キャパシティカップには何が入っている？こちらにあなたのカップの絵を描き、さらに中身を書き足していきましょう。今あなたの感情の容量を消費しているものをカップの底から順に書き出すのです。自分にとって容量の消費が大きそうなものから順に書いていくとわかりやすいはずです。あらゆるものが対象になり得ます。誰かを心配する気持ち、未来のイベントの計画、仕事や育児などの日課、空腹や喉の渇き。カップの中身を一つ書き足すたびに、カップがどの高さまで埋まったかわかるように線を引きましょう。その中身が一つあたりどのくらいの容量を消費するのかは主観によって異なります。ある人にとっては傘がわずかに増すだけのものであっても、別の人にとってはもっと傘が増すことだってあるし、同じものでも時と場合によって傘の感じ方が変わります。例えば、いつもより長時間働いているなら、仕事は普段よりもたくさんの容量を消費するでしょう。中には、日々の出来事を書き足す前から、カップがかなり埋まっている人がいるかもしれませんね。例えば、病気を抱えていれば、そのこと自体も容量を消費するでしょうし、その病気による痛みや疲労感もカップに入っているでしょう。そんなこんなで、日常の出来事に対処するために使える容量が少ない人もいるかもしれません。大事なのは、自分はもともと使える容量が限られているという事実を認識し、受け入れること。
そうすれば優先順位を考えながら残りの容量を有効に活用できます。自分のキャパシティカップの容量を自覚し、その中身と埋まり具合を理解すれば、容量を計画的にやりくりし、いっぱいいっぱいになる前に手を打てるようになるはずです。エクササイズ2、レッドゾーン一歩手前のサインに気づく。キャパシティカップの中身が上限に近づくと、理性的でない反応が目立つようになります。思考の融通が効かなくなるので、怒りっぽくなることもあるし、感情が膨れ上がり、感情的に反応しがちです。そうならないためのコツは、カップが埋まってきているというサインに気づくこと。理想を言えば、レッドゾーンに達する前、イエローゾーンのうちにそのサインを読み取って、カップが溢れるのを防ぎたいものです。カップが埋まってきているサインは人によって異なります。例えば、肩に力がこもったり、息がしづらくなったりするかもしれません。ストレスを感じたり、精神的に追い詰められたり、冷静でなくなったり、状況に対応できないと感じたりするのもよくあるサインです。まず、こちらのイラストを見て、レッドゾーンにいる、つまり溢れる危険があるとき、自分にはどのようなサインが現れるかを考え、書き出しましょう。また、実際に溢れたらどうなるかを泡の中に書いてみてください。続いて、今自分がグリーンゾーンにいるのか、あっという間にレッドゾーンに突入するイエローゾーンにいるのかを知るための手がかりを見つけてください。イエローゾーンにいるとしたら、それは自分の容量を思い出し、カップが溢れないように容量をメンテナンスする方法を考えなさいというサインです。自分がどの警戒レベルにいるか知ることは、感情を理解するヒントにもなります。予想外の行動や自分らしくない振る舞いをすれば、混乱し苦しむこともあるでしょう。例えば、ちょっとしたことで子供を叱ってしまい、理由がわからず、なんてひどい親なんだ、と自分を責めてしまったことはありませんか？そんな時でも一歩下がって、その時の感情の容量を把握し、警戒レベルを確認してみると、すべて納得がいったりするものです。その日は激務をこなしてから学校へ急いで向かって子供を拾い、その帰路で煽り運転の被害に遭ったので全く余裕がありませんでした。レッドゾーンにとっくに突入していて、いつカップが溢れてもおかしくない状態だったのです。その結果、普段なら対応できる、一見起こるほどでもないことで容量が限界を超えてしまったのです。起きたことは変えられませんが、自分の感情の容量に気づけば何が起きたのかは理解することができます。それに次はきっとサインを捉えて違った対応ができるでしょう。エクササイズ3、感情の容量をメンテナンスする方法。気分が乗らないし、ストレスが溜まるし、無理しすぎてるですって。よく自分のイエローゾーンのサインに気づきましたね。容量の限界が近いようです。いよいよ対策を打つ時です。今からカップが溢れていっぱいいっぱいになる前に容量をメンテナンスする方法を3つご紹介します。1、思い切って捨てる。カップから出せるものは出しましょう。捨てられるものはありませんか？同じことをもっと楽にやる方法はありませんか？誰かに助けてもらえませんか？私たちは物事を投げ出すことを渋りがちです。全部こなせるはず。こなせなければ落第と感じるためです。しかし、カップから物を取り出すのも積極的なメンテナンスの一種。重要なことにもっと多くの時間や労力をかけられるようになりますよ。2、きっぱり断る。今こそノーと言いましょう。限界が近づいているなら、できるだけカップに物を入れないことです。新しいものを引き受ける前に、カップの容量を超えてしまわないか自分に問いかけてください。もちろん、いつも断ることができるとは限らないし、ノーというのは難しいことかもしれません。でも、ぜひ身につけてほしい重要なスキルです。3、自分のための時間を取る。自分のために時間を使うのは贅沢に見えなくもないし、
忙しいのにそんなことをしたらもっと感情の容量が減ってしまうという勘違いもあるかもしれません。予定を詰めすぎて昼食を逃すのはその典型例。しかし自分を大切にするとストレスが減り、脳にゆとりが生まれるので、むしろ容量は増えるのです。カップの残りの中身にスムーズに対処できるようになるし、ストレスも減ると認識し、睡眠と食事をきちんととり、こまめに休憩し、気分転換をするよう心がけましょう。心の健康は脳だけでなく、体の健康や環境とも切り離せないこと。心は人生の要であり、心のケアは人生のストーリーを変える力があること。この二つを知っている私たちは、もはやメンタルケアの上級者です。ぜひこれからも心のケアに対する知識を深め、確かな情報とエビデンスに基づいた方法を探し、あなたのメンタルを整える道具箱を更新し続けていってください。あなたが困難にぶつかったとき、落ち込むことがあったとき、気持ちがいっぱいいっぱいになってしまったとき、この本があなたの心の支えの一つになりますように。メンタルを整える道具の中の一つの雰囲気をご覧になっていただきましたが、いかがでしたか？全部で20ある道具は、すべて自分で考えながら情報を整理していけるようになっていて、本書を読み終わる頃には、自分だけの心の取扱説明書、メンタルを整える道具箱が出来上がっているんです。しかも、ご覧いただいたように、それぞれの説明がとってもわかりやすく、心の状態や癖を知らず知らずのうちに整理してくれているんですよね。本書内にふんだんに散りばめられたとっても可愛いイラストも、内容整理と癒しに一役買っています。心の健康の基礎を作って、感情の正体を知り、その感情とのうまい付き合い方を学び、心の容量を増やしていく。本書を読む体験をしておくことが、誰でもいつでも起こりうるメンタルの不調からあなたを守ってくれることになると思います。本書のエクササイズは、ある程度定期的に行って、心の道具箱をアップデートしていくことが良さそうです。そのため、本書を購入した方には、エクササイズ用の書き込みイラスト欄や回答欄がまとまったシートをダウンロードすることもできるんです。あなたも自分専用のメンタルを整える道具箱、用意しておいてもいいかもしれませんよ。興味がある方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。